あの人は結婚式には呼ばないわよ。そうやって義母と話している義士。あの人というのは私のことだ。あ、今の話聞いてた。そういうことだからよろしくね。そう言って勝ち誇った顔をする義士。どうしても私をいびりたくて仕方ないようだ。そして迎えた結婚式当日、夫は家を出てからほんの2時間ほどで帰ってきた。何かあったの？私がそう聞くと、夫から驚きの話を聞かされた。実は、姉さんが。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちの出会いは仕事関係で、取引先の担当者が彼だった。彼は私よりも5歳も年下だったのだが、私に積極的にアプローチをしてきた。ご飯にも誘われたし、休みの日にデートにも誘われた。かっこよくて爽やかだったので、私は彼に惹かれてしまっていたが、同時に年齢差のこともあって付き合うのは躊躇していた。だが彼にどんどんアプローチされたことで、私はついに落ちてしまったのだ。それから私たちは付き合うことになった。順調に交際を重ねていき、ある日彼からプロポーズをされた。俺が一生大事にしたいのは望みなんだ。だから、ずっと俺のそばにいてほしい。俺と結婚をしてください。彼からそう言われて私はとても嬉しかった。彼とは付き合い始めて1年しか経っていなかったが、それでも大好きな彼からプロポーズをされることはものすごく幸せだ。それから私たちはお互いの親に挨拶をし、両家の顔合わせも済ませて結婚に至った。彼との結婚生活はとても楽しくて毎日笑っている。年の差なんて関係はなくて、夫は毎日私を楽しませようと頑張ってくれた。そのおかげで、とても幸せな新婚生活を送ることができたと思う。私たちは共働きなのだが、私が昇進したことをきっかけに夫が基本的に家事をしてくれるようになった。基本的に私の方がいつも帰りが遅いので、先に帰ってきて晩ご飯の準備をしておいてくれているのだ。夫が作るものは簡単なものが多かったが、それでも帰ってきた時に晩ご飯ができているだけでものすごく嬉しい。私は本当に夫と結婚してよかったと思った。旦那さんによっては、家事を全部嫁に押し付ける人もいると聞いたことがあるからだ。私の夫がとても理解があって優しい人でよかった。そんな風に順調に楽しく結婚生活を送っていた私たち。だがそんな中で思いもしない出来事が起きた。きっかけは義父が亡くなってしまったことだ。義父が急病で病院に運ばれて、そのまま息を引き取ってしまったのだ。私も夫も義父の死をとても悲しんだ。義父はとても優しくて、私のこともよくしてくれた。だから私は義父のことが大好きだった。そんな義父が突然亡くなったと聞いて、感情が追いつかなかった。そして義父の死をとても悲しんでいたのが義母だ。まあ夫婦なので当たり前なのかもしれないが、義両親は傍らから見ててもとても仲のいい夫婦だったと思う。私も夫と義両親のような関係を築きたいなと思ったほどだ。だからパートナーを失った義母の悲しみは相当なものだったと思う。義父が亡くなってから、私と夫は義実家を定期的に訪ねるようになった。義母の様子が心配だったからだ。義母はやはり義父を失ったことで、明らかに元気がなくなっていた。私も夫も義母には、早く元気になってもらいたいと思っていた。そして夫はこんな提案を私にしてきた。俺の実家に移り住んで、母さんと同居しないか。母さんのことを心配したまま日々を過ごすのも落ち着かないし、一緒に住んだ方が安心できると思うんだ。私は夫の言葉に賛成だった。そうだね。私もそれがいいと思う。私たちはすぐに義母に同居を提案しに行った。一人きりでいるのが寂しかったようで、義母は私たちの同居の提案を喜んで受け入れた。本当に二人ともありがとうね。お父さんが亡くなって、すっかり落ち込んでしまって。
二人が来てくれてとても嬉しいよ。気にしなくていいんだよ、母さん。そうですよ。こういう時に助け合うのが家族じゃないですか。こうして始まった同居生活。義母は私たちと一緒に住むようになって、少しずつ元気を取り戻していった。そして私たちが働きに出ているからと、家事を率先してやってくれた。むしろ私と夫の方が助けてもらっている感じがして、申し訳なく思ったこともあるくらいだ。その後も私たちと義母は良好な関係を築きながら、楽しく同居生活を送っていた。義母はさらに元気になっていって、最近は習い事にもまた通えるようになった。昔から生け花の教室に通っていたそうなのだが、義父が亡くなってからしばらく休んでいたらしい。だが気持ちに余裕ができ始めてきたので、また通い出したのだ。義母が生けた花の写真を見せてもらったが、とても美しくて素晴らしかった。近々夫の誕生日があるから、食卓に義母の生けた花を飾って盛大にお祝いをしようと話した。だがそんな時、思いもよらない出来事が起きた。それは夫の誕生日当日のこと。私は義母とご馳走を作っていた。夫にも前々からお誕生日会はやろうと話していたので、夫はウキウキしながら晩ご飯ができるのを待っていた。するといきなりインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら、私が玄関を開けるとそこには義士のゆかの姿が。お姉さん。どうしたんですか？あれ、むしろこっちがどうしたのって話なんだけど。どうしてあんたがこの家にいるの？私と夫は今ここに住んでまして。はあ、何それ聞いてないんだけど。夫が前に電話で話したと思うのですが。ええ、そうだっけ。義士は全く話を聞いていなかったようだ。宅配業者などにしては、やりとりが長いと感じたのだろう。夫が、どうした？と言って玄関にやってきた。姉さん。どうしたんだよ、急に。何よ、私が実家に帰ってきたらいけないわけ。いや、そうじゃないけど。義士は大きな荷物を持っていた。私たち夫婦の横を通り過ぎて今へと向かう義士。あら、ゆかじゃないの？お母さん、ただいま。今日は来る予定だったの？マサトのお誕生日会に呼ばれたのかい？誕生日会。義母がそう言ったところで、義士は食卓に並んだ料理に気づいたようだ。うわ、美味しそう。私、めっちゃいいタイミングで帰ってきたじゃん。そう言って勝手に食卓に座る義士。私と夫は義士の勝手な行動に戸惑った。まあ、料理は多めに作ってあるから、義士が食べる分もあるだろう。だが呼んでもいないのに、わざわざこのタイミングでいきなり帰省してくるなんて、本当に間が悪い。そして義士は自分が主役でもないのに、たくさん料理を食べてお酒もたくさん飲んだ。のぞみさん、酒が足りないわよ。さっさと新しいお酒を持ってきてくれない？酔っ払った義士はそうやって、私をまるで家政婦のように扱ってきた。ちょっと姉さん、酒なら自分で冷蔵庫から取ってこいよ。のぞみのことを顎で使うなよ。何よ、嫁はこの家で一番下なんだから使われて当然でしょ。それはおかしいだろ。もう、めんどくさいな。わかりました。今持っていきますから。今日の主役は夫だ。だから夫の機嫌が悪くなるようなことはしたくなかった。私は急いでお酒を義士のところに持って行った。あんたがさっさと動かないから悪いのよ。そうやって捨て台詞を吐いた義士にイラッときたが、私はぐっとこらえた。その後、ケーキも食べて誕生日会は終了した。食卓の真ん中に置いてある義母の生け花はとても綺麗で、夫もすごいなぁと言いながら嬉しそうに見ていた。だが義士は、これ邪魔じゃないの？と言って、私たちの気分を下げた。義士がいなかったらもうちょっと楽しめただろうな。
そんなことをついつい思ってしまう。のぞみさん、まさとごめんなさいね。ゆかがわがままをいろいろと言ってしまって。別に母さんが悪いわけじゃないだろ。そうですよ。お母さんは一緒にたくさんご馳走を用意してくれましたし、とても素敵な生け花も用意してくれて感謝してますよ。ありがとう、二人とも。私たちはまた義母か私の誕生日の時にでもお祝いをしようと話した。とりあえず義士が今のソファでいびきをかいて寝ているので、私たちは彼女を部屋まで運びベッドに寝かせた。義士には本当に困ったものだ。結婚の挨拶の時から私は義士のことが少し苦手だった。彼女は最初から私になぜか敵対心を向けていて罵倒してきていたのだ。私よりも年上じゃない。マサトのことをうまく騙して結婚まで持ち込んだのね。おばさんが義理の妹とか受けるんだけど。そんなことを初対面で言ってきた義士。そして義実家での集まりの時とか義父の葬儀の時など顔を合わせるたびにそうやって私をバカにする発言をしてきた。だから私はできる限り義士とは絡みたくなかったのだ。翌日、昼過ぎに起きてきた義士は当たり前のように私に昼食を作るように命令してきた。お昼は私がもう用意したからあんたも食べな。お母さんが作ったの。そんなの嫁にやらせなよ。調子に乗ってつけ上がるよ。のぞみさんは普段仕事で忙しいから、休日はできるだけ休んでほしいんだよ。完全にお母さん舐められちゃうよ。義士は私が優遇されているのが気に入らないようだ。そうやっていちいち文句をつけてきた。姉さん、いい加減にしろよ。おとなしく母さんが作ってくれた昼ご飯を食べて帰りなよ。夫がイライラしてそう言った。すると義士は驚きの返答をした。何言ってるのよ。私、今日からここで暮らすのよ。はあ？義士の発言に私たち全員が驚いた。ここで暮らすって、ゆか仕事は？義母が目を見開いてそのように聞く。すると義士は、やめてきたと言った。どうして辞めたの？なんか職場の環境が悪くてさ。だからいっそのことやめて、実家に戻ってこようと思って。お母さんのことも心配だったし。まさか弟夫婦が同居してるとは思わなかったけど。そう言って肩をすくめる義士。あまりにも勝手な行動ばかりで、私は呆れてしまった。姉さん、この家には俺たちがもう住んでるんだから諦めてくれよ。夫はそう言って、義士がここに住むのを断った。だが義士は食い下がり、無理やりここに住もうとした。そんなこと言われても、私には他に住む場所がないのよ。ここは私の実家でもあるんだから、戻ってきても問題ないでしょ。いや、問題は大ありだろ。なんでよ、部屋はあるんだから。わかったわ。お母さんと一緒に家事もするから。それに日中にお母さんが一人で、もしものことがあったら私がいた方が安心じゃない。それは。夫の気持ちが少し揺らいだのを、義士は見逃さなかった。じゃあ、決まりね。荷物はもともと少ないし、運び込むものもないからこれからよろしくね。そうして義士は無理やり住み着いてしまった。私はこれからの同居生活が一気に不安になってしまった。二人ともごめんなさいね。でも、ほんの少しでいいから、ゆかをここに置いてやってくれないかしら。嫌気がさしたら、彼女を追い出すなりあなたたちが新しい場所に引っ越すなり好きにしていいから。義母にそこまで言われたので、私も夫も義士との同居を認めざるを得なかった。だがそれが地獄の始まりだった。義士は私と顔を合わせるたびに嫌味をたくさん言ってきて、私に嫌な思いをさせてきた。そうやって遅くに帰ってきて、キャリアウーマンのつもり。帰りが遅いってことは、逆に仕事ができないって言ってるようなもんだからね。っていうか本当に仕事なのかしらね。男と遊んでるんじゃないの？
そうやっていちいち突っかかってくるので、私はうんざりしていた。しかも義士は夫や義母がいないタイミングを狙って、そういうことを言ってくる。そういうところも卑怯で腹が立つ。だが私は義母も夫も私の味方なのを分かっているので、そこまで気にしていなかった。しかし、それから少し経ってある問題が起きた。それは義母が足腰を痛めてしまったことだ。介護が必要なほどではないのだが、リハビリのために通院をしなければいけなくなった。私たちは義士を頼りにしたが、義士は、私車の免許持ってないし無理よ、と断ってきた。こういう時に助けになれないのなら、全然意味がないじゃないか。私は呆れながら、夫にこんな提案をしてみた。もしかしたら私、リモートにできるかもしれないから会社に聞いてみるね。いいのか？ええ、もちろんよ。そして私は、会社にリモートワークに切り替えられないか相談した。すると事情を組んでくれて、許可してもらえたのだ。そのため、私は義母が通院の時に車で病院まで連れて行くことができるようになったし、何かあった際にすぐに対応できるようになった。ありがとうのぞみ。本当に助かるよ。夫はとても感謝してくれた。義母も、いつも本当にありがとね、と何度もお礼を言ってくれて、私は義実家の役に立ててよかったなと思った。だがリモートになったことで問題も出てきた。それが義士だ。義士は私がついに専業主婦になったと勘違いしたようで、私の部屋にしょっちゅう来ては家事を押し付けようとしてきた。私が何度仕事だと説明をしても、全然耳を傾けてはくれない。挙句の果てには私がウェブ会議に参加している時に勝手に部屋に入ってきたので、本当に迷惑だった。お姉さん、仕事中だって何度言ったらわかるんですか？じゃあ、鍵でもつければ。そうやって悪態をついてきたので、私は本気でドアに鍵を取り付けた。すると今度は何度もノックをしてくる始末。うるさくノックする音が会議中の音声として入ってしまい、本当に申し訳なかった。そろそろ義士と生活をするのも限界だと思っていたが、義母のことを考えると、この家を出ていくのもちょっと得策じゃないと思ってしまう。そうやって私は悩んでいた。そんな中、義士がなんと結婚をすると私たちに報告をしたのだ。マッチングアプリで知り合った男性らしく、私は義士がどれだけの嘘を重ねたのだろうと思った。それから両家の顔合わせが行われたのだが、その時に私は義士から、あなたは余計なことは言わないで、ただ黙って笑っててね、と言われた。お母さんとマサトがあなたも一緒にと言わなければ、もともと連れてくつもりなんてなかったんだから。私も別に義士の結婚には興味がないので、言われた通りに黙っていることにした。だが義士の婚約者を見て私は驚いた。私が知っている人だったのだ。彼は私が働いている会社の取引先の担当者で、矢吹さんという男性だ。向こうも私に気づいたが、私はとっさに人差し指を自分の口元に置いて、黙っててもらうようにした。矢吹さんは何かを察したのか、言われた通りに黙っててくれた。そして両家の顔合わせが終わった後、私はタイミングを見計らって矢吹さんに電話をした。それから黙らざるを得なかったことや、義士についても話した。じゃああの人の経歴とかは全部嘘なんですか？はい。私も隣で話を聞いて驚きました。そんな。矢吹さんは義士に嘘をつかれてショックを受けていた。そして結婚はなかったことにすると決めたようだ。でも、ただ婚約破棄をするだけじゃ納得いかないです。懲らしめてやりましょう。矢吹さんはそう言って、とある計画を思いついたようだ。結婚式の日を楽しみにしててください。そう言っていた矢吹さん。私は一体何をするのだろうと思いながら、その日を待っていた。すると義士は結婚式が近づいてきた時に、こんな話をしていた。
あの人は結婚式には呼ばないわよ。そうやって義母と話している義士。あの人というのは私のことだ。ちょうど私がお風呂から上がった時に、そうやって話していた。すると義士は私が今に来たのに気づいたようだ。あ、今の話聞いてた。そういうことだからよろしくね。そう言って勝ち誇った顔をする義士。どうしても私をいびりたくて仕方ないようだ。矢吹さんが言っていたことは気になったが、まあ来るなと言われたのだから行くわけにもいかない。私は矢吹さんに事情を説明した。矢吹さんはちょっと残念そうにしていたが、仕方ないと納得していた。まったく、姉さんはどうしようもないな。夫も今回の義士のことについては呆れていた。まあ、私の代わりに結婚式を楽しんできてよ。夫からきっといろいろと話が聞けるだろうと思い、私は当日はゆっくり家で休むことにした。そんなこんなであっという間に3週間が経った。そして迎えた結婚式当日、夫は家を出てからほんの2時間ほどで帰ってきた。思っていたよりも早い帰宅に私は驚いた。何かあったの？私がそう聞くと、夫から驚きの話を聞かされた。実は、姉さんが、婚約破棄をされたんだ。相手の招待客も親族も一切来てなくてさ。え？結婚式もキャンセルされてたみたい。あらら。なるほど、そういうことか。矢吹さんは義士に何も知らせずに、結婚式をキャンセルするという作戦を実行したようだ。それは義士にはかなりのダメージになるだろう。華々しい姿で周りから祝福してもらおうと思ったら、結婚式がキャンセルされているのだから。新郎側から逃げられたことは、義士が呼んだ参列客にも速攻でバレてしまう。こんな恥ずかしいことはないだろう。義士はその後、すぐに矢吹さんのところに駆け込んだらしい。そして、こんなのひどすぎると訴えてやると激高したそうだ。だが、矢吹さんは冷静にこう言ったそうだ。それなら、マッチングアプリであなたが載せていた情報が全て嘘だったことから、私は結婚詐欺として訴えさせてもらおうかな。このサービスは一応婚活用のものだから、結婚を前提にみんな参加している。嘘の情報を書いて、結婚までするのは詐欺だと認められるでしょう。弁護士を立てて、私はあなたを訴えることは容易だけどどうしますか？矢吹さんが毅然とした態度でそう言ったので、義士は尻込みして逃げ帰ってきたそうだ。あんたのせいよ。どうせあんたがバラしたんでしょ。義士は感情的になっていて、私の姿を見かけるとそうやって怒鳴ってきた。すると義母が私を守ってくれた。いい加減にしないか。あんたが自分でまいた種じゃないか。嘘なんてついて、結婚しようとするのがいけないんだよ。まさかここまでバカな子だったとは思わなかったよ。もう、私もあんたの面倒は見きれない。今すぐここから出て行ってちょうだい。義母がそうやって怒ると、義士は途端に顔を青くした。ちょっと待ってよ。私、追い出されたらどこに行けばいいの？そんなの知らないよ。一人で頑張っていきなさい。そんな。俺も母さんに賛成だ。姉さんは好き勝手やりすぎたんだよ。またフリーターでいいから、ちゃんと自立した生活を送ってくれ。義母と夫に見放され、義士は顔面蒼白のままその場にへたり込んだ。そして義士は家を追い出され、一人で生活をすることになった。とりあえずは住み込みのバイトを見つけ、そこで働くことにしたそうだ。私たちは義士がまたすぐ戻ってくるかもしれないので、義実家を売り払い、バリアフリーのマンションに引っ越すことにした。夫の会社の近くのマンションにしたので、夫も今までよりかなり早く帰ってくることができ、義母のサポートにもすぐに入れるようにしてくれている。そして夫の帰りが早いので、家族団らんで楽しく食事をすることができている。これからも私たちは仲良く楽しくしながら、支え合って生きていこうと思う。
義士は本当に自分勝手で最低な人ですね。っていうか、お母さんも大概ですよね。娘の問題に介入してくるって。いい年した娘の問題に首を突っ込むとか、子離れできてないですよね。舞、帰りましょう。図星だ図星。俺に何も言い返せなくて悔しいですか？娘婿はニタニタしながら私を見ている。あのね、感情というものはね、同等、もしくは優れた人からアクションを起こされた時に芽生えるものなのよ。私はね、道端に落ちている石ころに感情が揺れることはないの。私は望み、夫が数年前に病気が原因で他界してからというもの、一人暮らしをしている。娘の舞は社会人となり家を出て、去年、娘婿の正人君と結婚をした。まだまだ新婚だし仲良く暮らしているのかと思えば、あまり夫婦仲は良くないようだ。二人が揉めている原因は二人の新居にあるのだ。二人は結婚当初、マンションを購入して住むという話になっていたのだが、いざ契約となった時に娘婿のローン申請が通らず娘が契約することになった。そして現在は娘名義のマンションで二人は暮らしている。二人はローンを折半して支払っていくと話していたが、娘婿はなんだかんだと理由をつけて折半分を払わない。娘は愚痴をこぼしていたが、本来、相手のローンが通らなかった時点でマンションの契約はするべきではなかったと思う。もちろんその事実を明かされた時、私は娘に忠告したのだが、娘は聞き入れなかった。どうしてもこのマンションで暮らしたいと譲らなかったのだ。その結果が今だ。そもそもおかしな話ではないのか。娘婿は大手企業に勤めていて、勤続年数はもうすぐ10年だと聞いている。それなのに3000万円のローンが組めないとはおかしな話だ。娘には口が裂けても言えないが、私は娘婿が苦手だ。それはもう初見から。ヘラヘラとしていてつかみどころがない。話していてもどこか人を見下すような物言いをする。あまり印象は良くないが娘の選んだ人だ。だから娘の思いを尊重するべきだと思った。正人くんさ、最近仕事が忙しいみたいなんだよね。仕事帰りに夕食を食べに来た娘は早速、娘婿の愚痴をこぼすのだ。それなのにさ、ローンの半分を払えないっておかしいよね。残業手当だってつくはずだよね。なんかさ、不公平だよね。あんたは全く、人の忠告を聞かないからそんなことになるんでしょう。そうだけどさ。でも、正人くん、結構いい給与もらえてるって言ってたんだよ。それなのにローン半分払えないとかさ。嘘つかれたのかな？嘘つかれたのかな？じゃない。嘘をつかれているのだ。だって彼はローンの折半分を払うといったことを守っていないのだから、すでに嘘をついていることになる。あなた、正人君とずっと夫婦を続けていくつもりなんでしょう。まあね。だったらもうそこは諦めなさい。え？一人で払っていけない額じゃないんでしょ。そうだけど、約束って守られないならする意味ないじゃん。約束を守る人だったら、最初からお金をきちんと払ってるわよ。娘は納得がいかないといった様子だが、反論の余地がないのだろう。口を尖らせたまま黙り込んでいる。正人くんってさ、口だけのところがあるんだよね。出張行ってさ、その帰りにブラブラしてたら、可愛いネックレスを見つけたんだって。私に買ってあげたいって思ったんだけど、気に入るかどうかわからなかったから、買ってこなかったとか言うんだよね。でさ、問題はその後だよね。本当に買ってあげたいって思ってたら今度見に行こうとか言わない。出張ってどこに行ったのよ。銀座。あら、近いわね。でしょ。なのにさ、言わないんだよ。ほんと口だけなんだよね。ちょっとあんたたち、大丈夫なの？
これはうまくいかない典型ではないのか。内容は何にせよ不満がたまることが問題だ。そもそも二人は結婚相談所で出会っている。だから経歴や家族構成などといったことはあらかじめ手にすることができる。しかし、こういった内面というのは、出会ってすぐにはわからないこともあるだろう。二人は出会って半年で結婚をしている。もう少し時間をかけるべきだという話はしたが、娘は彼に惚れ込んでいたことと結婚への焦りから、すぐに結婚を決めてしまった。そして結婚生活序盤からぐちぐちと不満を漏らしている。娘には幸せになってもらいたいが、私には二人の未来が見えないのだ。そんなに不満に思うなら、不満を解消したらいいじゃない。例えば、マンション、売ったら。は、そうすれば一つの問題は解決するじゃない。絶対嫌。じゃあ、マサト君に半分払わせることは諦めなさい。そうだけどさ。結局娘も娘で自分の思い通りに彼を動かしたいのだろう。確かに娘婿は不甲斐ない。約束はきちんと守るべきだ。しかしそういう相手と婚姻関係を続けていくなら、それは娘が妥協するしかないのだ。娘は自分の思い通りにいかない結婚に不満たらたらだ。娘に見る目がなかったことも大きな原因ではあるが、確かに約束は守るべきだと思う。娘は自分の思いと目の前の不条理にストレスを溜め込んでいるのだろう。そして今日も釈然としないまま、娘はそのマンションへと戻っていくのだ。そんな娘を見ているのは辛い。何とかしてあげたいとは思うが、親がぐいぐい夫婦の話題に口を出すのも考えものだ。私は見守るスタンスをとっている。そんな時、娘婿が我が家を訪ねてきたのだ。その隣に娘はいない。あら、マサト君一人。はい。今日はお母さんにお願いがあって。娘婿はテーブルに着くなり切り出した。お母さん、お金を貸していただけませんか？え、なぜ？ローンの支払いが厳しくて。え、あ、マンションのローンです。月々30万返済してて、ボーナス月はプラス15万なんですよ。僕が一人で負担しているので、ちょっと厳しくて。でも舞ちゃんには迷惑をかけたくないから。あらそう。恥を忍んでのお願いです。100万円ほど貸してもらえませんか？さすがに100万円の現金は手元にないわね。振り込みで大丈夫です。わかったわ。前向きに検討しましょう。ありがとうございます。彼は丁寧に振り込み先を書いたメモを置いていった。さて、どうしたものか。娘婿の頭がぶっ飛んでいることを確認することができた。彼は息を吐くように嘘をつく人物だ。そして頭のネジも何百本と足りないようだ。娘が私に全てを話しているとは考えられない頭の持ち主だった。私が娘に話すとは思わないのか。しかも娘に迷惑はかけなくとも、娘の親である私が迷惑を被ることに考えが及ばない。まあ、ともかく娘婿がおかしな人物であることは理解した。しかし一つ気になることがある。これは娘と話していても思ったことだが、大手企業に勤めていながらローンの申請が通らない。ローンの折半分も払わない。こともあろうか私にお金を借りに来る。彼は十分な給与をもらっているはずだ。これまでのことを考えると釈然としないのだ。もう、娘たちの行き着く先は見えている。だから私は娘に伝える前に彼の身辺調査をすることにした。その結果はやはりと言うべきか、彼は娘を裏切っていた。私はその結果に心底腹が立ったが、ここは落ち着いて行動するべきだ。そしてその日の夜、私は娘を呼び出した。回りくどいことはしたくない。私は調査報告書を娘に手渡した。何これ、
マサトくん。浮気してたってこと？しかも、結婚前から。この子、見たことある。私の前に相談所から紹介された人だよ。娘の手は震えていた。ウケる。この子に貢いでたからお金なかったんだ。なるほどね。私、あの人の ATM だったんだね。今後のことはきちんと考えなさい。いや、もう考える必要もないわ。離婚するから、お母さん、見届けてもらってもいい？もちろんいいわよ。娘は私を連れてマンションへ戻った。そして帰宅した娘婿は私がいることにきょとんとしている。あれ？お母さんどうしたんですか？私が呼んだの。私たちの結末を見届けてもらうためにね。は？私、あなたと離婚する。いきなり何？結婚したばっかりで笑えない冗談なんだけど。笑えないでしょ。離婚なんだから。マジで言ってんの？だったら俺の両親も呼ぶべきだろ。こんなの俺の味方いないじゃん。あら。呼んでもいいなら喜んで呼ぶけど、じゃあ呼ぼっか。娘は彼の素行報告書をテーブルに広げた。すると娘婿の顔色はみるみる青ざめていった。あんたの不貞、お父さんたち知ったらどう思うだろうね。まあ、今から呼ぶわ。ちょっと待て。いい。呼ばなくていい。なんか勘違いしてない？俺は浮気なんてしてないよ。これは捏造だよ。誰かが俺を貶めようとしたんじゃないかな。そんなこと誰がすんの？お母さんだよ。娘婿の震える手は私を指さしている。お母さん、あれでしょ。俺が金借りに行ったことが気に食わなかったんですよね。でも、こんなことするなんてひどいな。貸せないなら貸せないって言ってくれれば、僕だって無理強いはしないですよ。何をバカなことを。自ら自分の醜態を露呈させている。は？お金借りるって何の話？娘婿ははっと口元を押さえている。いや、ほら、ローンとかさいろいろ大変だろ。だから少しでも足しにしようと。は？あんた、一銭も払ってないのに何言ってんの？そんなこと、お母さんの前で言うことないだろ。俺に恥かかせんなよな。恥って何？ああ、全部私に払わせてること恥ずかしいって思うことなんだ。そうだよね。情けないわ。まあもう離婚するから関係ないけどね。娘婿は自分の立場も忘れきれている。お前、本当に俺と離婚していいんだな。うん。あんたと切れればせいせいする。俺はお前みたいな低学歴な人間でも結婚してやったんだぞ。は？お前、短大卒だろ。俺は超有名私大卒だ。だから、そんな優秀な人材とはもう出会えないだろ。小さい男ね。お前、大学卒業して何年経ってると思ってんだよ。お前の功績ってそれだけ。中身のない人間ほど学歴にこだわるんだよね。娘婿の顔は真っ赤になり目は血走っている。痛いところを突かれたのだろう。もういい。お前とは離婚だ。低学歴な奴は俺の人生に必要ない。俺はな、今、彼女の父親のつてで投資をしてるんだ。彼女は資産家のお嬢さんなんだ。俺が大金持ちになったら、マンションの金も全部払ってやろうと思ってたのに残念だな。はいはい。口だけ番長。もうそういうのもうんざりだから。今すぐ出てけ。うん。言われなくても出てく。じゃあ、お母さんありがとう。行こっか。っていうか、お母さんも大概ですよね。娘の問題に介入してくるって。いい年した娘の問題に首を突っ込むとか、子離れできてないですよね。舞、帰りましょう。図星だ図星。俺に何も言い返せなくて悔しいですか？娘婿はニタニタしながら私を見ている。あのね、
感情というものはね、同等、もしくは優れた人からアクションを起こされた時に芽生えるものなのよ。私はね、道端に落ちている石ころに感情が揺れることはないの。そうね、踏んだことにすら気がつかないかもしれないわね。じゃあね、石ころさん。俺は石ころなんかじゃない。娘婿は顔を真っ赤にして怒鳴り散らしていたが、私たちはそんな彼を置いてマンションを出た。お母さん、ありがとう。あんた、反省しなさいよ。石ころにつまずいたのは紛れもなくあなたなんだからね。はい。ちょっと結婚に焦ってたわ。これからはちゃんと周りの意見にも耳を傾ける。それがいいと思うわ。その後、娘婿は石ころ扱いされたことがよほど気に食わなかったのか、浮気相手に請求した慰謝料も合わせて支払い、娘たちの離婚は成立した。そして元娘婿が慌て出したのは数週間後のことだ。娘のスマホにひっきりなしに電話がかかってきている。娘は仕方がないと電話を取った。久しぶり。元気？要件は？ポストに入ってた弁護士からの書類のことなんだけど。ああ、はいはい。ちゃんと期日までに出てってね。ちょっと待ってよ。俺、このマンションなくなったらどこに住めばいいの？さあ、私には関係のないことだから。娘は弁護士を通じて元娘婿にマンションから退去する旨を通達していた。あのさ、俺たちちょっとした行き違いがあっただけだと思うんだよね。だから、舞、帰っておいでよ。退去したら弁護士に連絡してね。ちょっと待って、本当に困るんだ。俺、今、お金なくて。あんたいつもお金ないだろ。違うんだよ。今、本当に困ってて。その、投資がうまくいかなくてさ。彼女とも連絡がつかなくなっちゃったし、本当にお金がないんだ。へえ、あんた騙されたんだね。ウケる。金持ちになるんじゃなかったっけ？だいたいさ、素人が投資なんてうまくいくわけないじゃん。あんたは騙されたんだよ。残念だね。早く出てってね。そのマンションは売りに出すから。本当にちょっと待ってよ。俺、マジでやばいんだってば。そっか。今、苦しい状態なんだね。舞。俺、今苦しいよ。ありがとう。舞なら絶対に分かってくれると思ってたよ。今日にでも戻ってきてくれる。そんなわけないだろ。最後にあんたの悲惨な状況を知ることができてせいせいしたわ。え？これ以上そこに居座るなら、あんたの両親に連絡するわ。娘はそれだけ告げると電話を切った。その後、娘は彼の両親にすぐ連絡を入れ、彼らが元娘婿を実家へ連れ戻した。元娘婿は自分の両親が苦手だ。なぜならすごく厳しい人たちなんだよね。だから彼は実家に行くことを避けていたのだが、娘が事の真相をすべて話したことで今では実家で暮らし、がっちり給与を抑えられているという。娘のマンションはすぐに買い手がついたが300万ほどの赤字だ。しかし元娘婿たちからの慰謝料額を加味すれば、プラス数百万といったところだ。いろいろと痛い思いはしたが、マイナスを出さなかっただけ良しとすべきだろう。あれから娘は私と一緒に暮らしている。離婚後の娘のメンタルが心配だったが意外にも元気に仕事へ行っている。私が生きているうちに最高の伴侶を見つけてほしいものだ。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。